ガンジーの名言集。あなたがこの世で見たいと願う変化に、あなた自身がなりなさい。我々の信念は、常に燃え続ける灯火でなければならない。それは我々に光明を与えるだけでなく、周囲をも照らすのだ。あなたの夢は何か、あなたが目的とするものは何か、それさえしっかり持っているならば、必ずや道は開かれるだろう。ゴールへ到達しようとの試みにこそ、栄光はある。たとえ一人になろうとも、全世界に立ち向かいたまえ。世界から血走った目で睨まれようとも、君は真っ向から世界を見据えるのだ。恐れてはならない。君の心に響く小さな声を信じたまえ。良心に関しては、多数決の法則は当てはまらない。もし、私にユーモアがなければ、これほど長く苦しい戦いには耐えられなかったでしょう。臆病な者は愛を表明することができない。愛を表明するとは勇敢さの表れである。たとえあなたが少数派であろうとも、真実は真実なのです。もし、過ちを犯す自由がないのならば、自由を持つ価値はない。臆病者は決して道徳的にはなれない。弱い者ほど相手を許すことができない。許すということは強さの証だ。たゆまず休みなき努力によってこそ、信念は豊かで揺るぎなき体験に変わるのです。非暴力は暴力よりも無限に優れているし、許すことは処罰するよりはるかに男らしい。はじめに彼らは無視し、次に笑い、そして挑みかかるだろう。そうして我々は勝つのだ。我々は数量的な力に頼らない。我々は人格の力に頼るのである。目には目をという考え方では、世界中の目を潰してしまうことになる。偉大な人は常に一人立つ。臆病者は数の力を喜ぶ。しかし、勇敢なる精神を持つ者は、一人戦うことを誇りとする。何か信じるものがあるのに、それに従って生きない人間は信用できない。我々を取り巻くすべての物事は常に変化している。変化の源泉は生きる力にある。それは不変であり、結果を生んではまた創造する。喜びとは、勝利それ自体にではなく、途中の戦い、努力、苦闘の中にある。強さとは、身体能力ではなく、不屈の精神から生まれるものだ。恐怖が不信を生むのです。誰か一人でも恐れることをやめたら、我々は争うことをやめるでしょう。恐怖に屈すれば、真実さえも抹殺されてしまう。自らが正しいと信ずることを恐れずに実行する。良いことは、カタツムリの速度で動く。恐怖は、マラリアや黒熱病よりも恐ろしい病気である。マラリアや黒熱病は体を蝕む。しかし、恐怖は精神を蝕む。
近隣のために尽くす人は、同時に人類のために尽くしている。苦闘が多ければ多いほど、勝利は輝かしい。決して焦って約束をしてはならない。見るためだけの目は、世界に対して盲目となる。幸福とは、考えること、言うこと、することが調和している状態である。行動の最中には静寂を、そして休息においては活気を学ばなくてはならない。最高の道徳とは、普段に他人への奉仕、人類への愛のために働くことである。罪を憎みなさい。罪人を愛しなさい。死ぬ覚悟ができていれば、人は自由に生きられる。私には見える。死の中に生が存在するのを、虚偽の中に真実が存在するのを、闇の中にこそ光が存在するのを、私には人に命を捧げる覚悟がある。しかし、人の命を奪う覚悟をさせる大義はどこにもない。私は、どこまでも楽観主義者である。正義が栄えるという証拠を示し得るというのではなく、究極において正義が栄えるに違いないという断固たる信念を抱いているからである。私は、苦い経験を通じて、最高の教訓を一つ学んだ。怒りをコントロールするということだ。蓄えられた熱がエネルギーに変わるように、抑制された怒りを、世界を動かす力に変えることができる。私は固く信じている。すべての善の行動は、最後は必ず実を結ぶ。私は失望するといつも思う。歴史を見れば、真実と愛は常に勝利を収めた。暴君や残忍な為政者もいた。一時は彼らは無敵にさえ見える。だが、結局は滅びている。それを思う。自分が行動したことすべては取るに足らないことかもしれない。しかし、行動したというそのことが重要なのである。重要なのは行為そのものであって、結果ではない。行為が実を結ぶかどうかは、自分の力でどうなるものではなく、生きているうちにわかるとも限らない。だが、正しいと信ずることを行いなさい。結果がどう出るにせよ、何もしなければ何の結果もないのだ。女性の直感は、しばしば男性の高慢な知識の自負をしのぐ。非暴力は人間に与えられた最大の武器であり、人間が発明した最強の武器よりも強い力を持つ。真実はすべて心の中にある。人はそれを探し求め、真実によって導かれなければならない。人間の英知を信用しすぎるのは賢明ではない。強者も弱くなるかもしれないし、賢者も間違うかもしれないと心に留めておくことは健康的である。人間の心の中には、闇の力と光の力の間で永遠の戦いが激しく行われています。人間はその人の思考の産物に過ぎない。人は思っている通りになる。人間性への信頼を失ってはならない。人間性とは大海のようなものである。ほんの少し汚れても、海全体が汚れることはない。
世界の運命を暴力によって蹂躙させない唯一の方法は、私たち一人一人があらゆる暴力を肯定しないことにある。世界の不幸や誤解の4分の3は敵の懐に入り、彼らの立場を理解したら消え去るであろう。精神性の最大の要素は恐れない心である。善に協力するのは義務である。と同時に、悪への協力を拒否するのも義務なのである。善良さには知識が伴っていなければならない。単なる善良さは大して役に立たぬ。人は、精神的な勇気と人格に伴った優れた識別力を備えていなければならない。束縛があるからこそ、私は飛べるのだ。悲しみがあるからこそ、私は高く舞い上がれるのだ。逆境があるからこそ、私は走れるのだ。涙があるからこそ、私は前に進めるのだ。速度を上げるばかりが人生ではない。尊厳を保つためには、金は必ずしも必要ではない。他人に代わって欲しければ、自ら率先して変化の原動力となるべきだ。多くの犠牲と苦労を経験しなければ、成功とは何かを決して知ることはできない。怠けていることは喜びかもしれないが、重苦しい状態である。幸せになるためには何かをしていなくてはならない。土を耕すのを忘れるということは、自分自身を忘れることだ。怒りは酸のようなもので、注ぐものにも増して、その器に大きな害を与える。博愛を実践するには、最大の勇気が必要である。非協力運動は、無意識のうちに悪に加担してきたことに対する抗議だ。非暴力が人間の理法であるならば、未来は女性と共にある。非暴力には敗北などというものはない。これに対して、暴力の果ては必ず敗北である。物事は初めは決まって少数の人によって、時にはただ一人で始められるものである。平和への道はない。平和こそが道なのだ。報酬を求めない奉仕は、他人を幸福にするのみならず、我々自身をも幸福にする。暴力によって得た勝利というものは敗北に等しい。それは束の間のものだからである。本当の富とは、健康のことであり、金や銀のことではない。毎晩眠りにつくたびに、私は死ぬ。そして翌朝目を覚ますとき、生まれ変わる。万人の福利を願うことが自らの福利につながる。自分や自分の所属する小社会のみの福利を願う人は利己的であって、そうすることは決してその人のためにはならない。満足は努力の中にあって、結果にあるものではない。目的を見つけよ。手段は後からついてくる。目標は常に我々から後ずさりする。勇敢な人は一人戦うことを誇りとする。友の幸福のためにどれだけ尽くしているか、そこに人間の偉大さを測る物差しがある。
世界に変革を求めるならば、自分自身を変えることだ。率直な意志の相違は、進歩を示す健全な兆候だ。非暴力は私の信念の第一章であり、また私の心情の最終章でもある。明日死ぬかのように生きよ。永遠に生きるかのように学べ。私の生き様が私のメッセージである。未来は今、我々が何をなすかにかかっている。